皆さんこんにちは。ローデットアンバサダーの織部あゆみと言います。今日は2013年からローデットで発売されている、この5本のボード、結構どれも近いものがあるんですが、どういった違いがあるのか比べてご説明していきたいと思います。まずは2013年に発売されたこのテサラクト、カンテレーテッドテサラクト、トゥルンケイテッドテサラクトという、3つのボードから紹介したいと思います。こちらの、テサラクトがまず一番初めに発売されて、これはローデットの中で、ダウンヒル、フリーライドダウンヒル、坂をメインにしたライディングスタイルを、重心に置いて考えたボードになっています。で、このカンテレイテッドもトロンケイテッドもすべてこのテサラクトを、元にしてできているボードなので、かなり近いところがあります。ちょっと違いを見ていきましょう。テサラクトファミリー3枚の、決定的な違いは、まずこのテサラクトが、ほぼシンメトリーなボードにあるのに対して、カンテレイテッドはテサラクトのノーズがないバージョン、トゥルンケイテッドはテサラクトのノーズとテールがないバージョンということになります。その他なんですが、素材はこの3つの、ボードすべて同じ素材でできています。で、こちらも全部同じ、3枚とも全部同じなんですが、ウィールベースといってトラックからトラックまでの長さ、2種類、変えることができるんですが、それもこの3枚全部同じです。で、あとはこのウィールフレアといって、このちょっとボードのところでちょっとここ形が変わっているところがあると思うんですが、こちらの形も3枚とも全部同じです。で、このウィールフレア何かというと、トラックがこう動くとき、上にボードに乗ってボードが傾くときに、このウィールとボードが接触しないように少しこう角度をつけてある。で、こっちの板の上に足が乗ったときに、足がしっかりとここで支えられるような役割をしてくれます。その他、違いなんですが、このカンテレイテッド、こちらノーズはもうないんですけども、テールの方が、テサラクトと実はちょっと違う形になっています。テサラクトよりも少し、太っちょというか、広い形になっていて、オーリーとかするときにそこに足がこう乗りやすいように形が少し太めに作ってあるみたいです。カンタカも、テサラクトと同じ2013年に発売されてるんですが、こっちはもっとストリートとかパークとか、そういった用途を重点に置いて作られたものです。で、もう1枚はオーバーランドです。これはついこの前、6月5日、2014年の6月5日に発売されたボードで、このカンタカと先ほど説明したテサラクトの、間を取ったようなボードと言われています。この3枚何が違うのか、ちょっと見ていきたいと思います。まずは、素材ですね。こちらは、一番上のコーティングにコルクが使われています。オーバーランドの方はウレタンが入っています。このグラフィックの面にコルクやウレタンが入ることによって地面からの衝撃を、吸収してくれる役目をしています。もう一つの決定的な違いはウィールベースの長さです。このトラックからトラックまでの長さなんですが、一番長くできるのがこのテサラクト。長くなるとどうなるかというと、安定性が増します。逆に短くなれば短くなるほど小回りが利くようになります。
いうわけで、ローデットのボードの中でも一部ではありますが、いろいろ見てきました。ボード選びの中で一番大事なのは、やはり自分がどんなスタイルで乗りたいか、自分の目指すスタイルはどんなスタイルなのかを、考えてボードを選ぶことが大事だと思います。Oh, it's getting late and I'm lost. Oh, my Everland got compass. Guide me to the north.